はい、哲也です。今日はですね、韓国側の徴用工問題解決策の盲点というテーマでお話ししてみたいと思います。3月6日にですね、ついに韓国がですね、徴用工問題の解決策というものを正式に発表しましたね。具体的に言うとですね、日本企業が命じられた賠償分をですね、韓国の財団が肩代わりするという解決策なわけですね。日本側はお金を出さなくていいと。2018年に韓国大法院、最高裁が、とんでも判決を下してですね、もう1965年の、日韓請求権協定で全て最終的に完全に決着した問題をひっくり返してね、そして被告企業、これは日本製鉄と三菱重工業ですか、その2社の資産を差し押さえて、現金化するところまで行ってたわけですね。ところが韓国側としてはですね、これはムン・ジェイン政権の下で行われたことで、ユン政権はこの最高裁判決についてどのように思っているかよく分かりませんけれども、この判決があるためにですね、日韓関係が非常に悪化したと。なんとかそこは改善しておかなきゃいけないというね、そういう思いがあったんじゃないかなと思うんですよ。それでですね、日本企業が本来なら払わなきゃいけないけれども、韓国の財界が財団を作ってですね、なんとかその肩代わりで支払っていこうというような解決策を出したと。で、日本側はですね、新たなではないけれども、これまでの植民地支配その他のことについて反省とお詫びをさらに表明すると、さらにというか、お詫びをしたその立場を堅持するというね、ちょっと言い方なかなか難しいんですけど、新たに謝罪するということではないけれども、反省とお詫びの気持ちは変わってないよみたいなそういう表現をする、表明をするということになりそうなんですね。これで日韓関係は盤石になるかというとですね、そういうわけにもいかないんでしょうけども、しかし日本の財界はもう前向きですね。経団連の徳倉正和会長はですね、6日、韓国政府による徴用工問題の解決策と日本政府の呼応を歓迎すると言ったんですね。呼応というのは、呼びかけに応じるという意味かな、これよくわからない言葉ですけども、韓国がこういう解決策でいきますよ、どうですかって言ってね、じゃあ日本側もそれに応じるように、あなたがそうしてくれたんだ、こちらもこういうふうにちょっと譲歩してこういうふうに対応しますよみたいなことをこうと言うんじゃないかなと思うんですよね。これ韓国語由来の言葉じゃないかと思うんですよ。日本語ではあんまり言わないですよね。そのこう歓迎してですね、韓国との間で未来志向の事業を具体化していこうということを発表したんですね。具体的には財団を作ってですね、一説によると、韓国の留学生に対する資金援助とかね、そういったことを、あるいは青少年の交流などを促進することにお金を使うということで、ただこれは韓国の財団がですね、肩代わりするといった財団が払うお金とは全く関係ないですよということなんですけども、日本側も何らかの形で韓国にお金を出していきますよということなんでしょうね。これも呼応の一つなのかな。経団連非常に前向きですよ。日韓関係でいうとね、これ皆さんご承知の通り、貿易関係でいうと日本の方が輸出超過で韓国の方が輸入超過になっているということで、ビジネスだけを見るとですね、日本の方がプラス面があるということもあって、財界の中ではですね、早く日韓関係改善しようやっていう動きがあったということなんですね。ただ手放しで歓迎するというのもどうかなと思う部分があるんです。それはですね、西岡努さんっていう麗澤大学の客員教授の方がいらっしゃいますけれども、非常に前も言ったけど、この朝鮮半島問題については詳しい方なんですね。拉致問題についても非常に深く関与されてますけどね、その人が産経新聞にね、談話を寄せてるんですね。ここに今回の解決策の、なんていうかな、盲点ですね、盲点が書かれているんですね。ちょっとこれ読みます。今回の措置は期限付きの日韓関係悪化回避策だと思う。差し押さえられている日本企業の在韓財産が現金化されれば、日韓は最悪の関係となる。それを当面回避したということだ。しかし財団に移る日本企業への支払いを求める権利、これ求償権というそうですけども、この求償権は放棄されなかったということなんです。ここもう一回言いますよ。しかし財団に移る日本企業への支払いを求める権利、求償権は放棄されなかった
ということはどういうことですか。時が来て気持ちが変わればね、やっぱり日本企業払ってくださいと言ってくる可能性があるということじゃないでしょうかね。次読みます。韓国外務省も最高裁判決を尊重しつつ実質的な解決方法を提示し、過去を記憶する新しい努力を推進、すなわち問題解決の終わりではなく始まりと言っている。問題解決したわけじゃないんだ。これで始まりなんだ。いろいろこれから紆余曲折があるんだ大変ですね。ユン・ソンによる政権後に財団が日本企業への支払いを求める危険性が残っているということなんですね。ユン政権はですねこのままいくかもしれませんけど、政権が変わるとですね、またムンちゃんみたいな人が出てくるとですね、やっぱり求償権は放棄してないんだからやっぱり払ってもらいますよって手のひら返しされる可能性もあるということですよね厄介ですね。はい、次読みます。ただユン政権の任期中に日韓関係が最悪を免れることは高まる北朝鮮の脅威などからすると我が国の国益に合致するので一定の評価はできる。そうですね、北朝鮮だけじゃなくて、中国がですね台湾に侵攻する可能性もあって、台湾有事となればねこれ即日本有事なんですね。で日本有事の時にやっぱり韓国も協力してもらわなきゃいけませんからね、北朝鮮もそうですけど対中国でもねやっぱり韓国を敵に回しておくべきではないというのは確かにそうなんですね。次読みます。真の解決のためには強制連行強制労働は歴史的事実ではないことを認めなければならない。林芳正外相は歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでいることを確認すると語った。引き継がれている立場には丸1、日本の朝鮮統治は合法的なものだった。丸2、朝鮮人戦時動員は強制連行強制動員ではないという2つも含まれていることを早い段階で明らかにしないと禍根を残す、この辺はやっぱりしっかり強調して念押ししとけってことですよね。それをしないと教科書検定や佐渡島の金山新潟県の世界文化遺産登録推進過程で丸1、丸2を我が国が主張したとき、韓国で岸田文雄政権の背信行為だと必ず非難される。丸1というのはもう一回言いますと、日本の朝鮮統治は合法的なものだった。丸2は朝鮮人戦時動員は強制連行強制動員ではないというこの2つのことですね。この2つのことをしっかり念押ししておかないと、後でね岸田政権の背信行為と言われる可能性もあるということですね。韓国では3月1日強制連行強制労働は事実でないと明言し、韓国政府に日韓間に歴史問題は存在しないと宣言せよと求める勇気ある新聞意見広告、これはイ・ヨンフン氏ですね、朝鮮日報に記載されたという、以前僕も話したと思いますけどね、これ独立運動の記念日でしたよね、3月1日というのはね。そこにこの人たちのグループが意見広告を出したわけです。意見広告や知識人46人の声明が発表された。彼らこそが真の日韓友好派だ。真実の上に立った友好のために両国が力を合わせる時が来ているということで、盲点としてはですね、最大の盲点としては西岡先生がおっしゃっているように、これは一時しのぎでしかない可能性があるわけですよね。求償権を放棄していない、つまりこの財団がですね政権が変わった後にやっぱり日本企業が出さなきゃいけないんじゃないかというようなことを言ってくる可能性がある。そういう裁判をまた国内で起こしてですね、また最高裁がそうだそうだみたいな判決を出してね、判決だからしょうがないんですよってね、三権分立の国ですからなんて言ってくる可能性があるわけですよね。そういったことを非常に注意しなきゃいけないし、また安易にですねお詫びするというのもね、僕はいかがなものかと思うんですよ。日本人というのはね、謝罪することに対する評価が非常に高いというか甘いというのかな、なんて言ったらいいのかな。謝罪する人結構偉くないみたいなところないですか。海外ではですね、謝罪するということはやっぱり非を認めてるし、悪いことをしたんだという、レッテルを貼られるわけですよね。だから安易に謝罪しないですよ、外国人はね。日本人は謝罪することが潔いみたいなね、頭が低い謙虚であるみたいな、そういうイメージがあるじゃないですか。だけど海外では非を認めて悪いことしたんだと、そういうレッテルを貼られることなんですよね。だから安易に謝罪すべきではないと思うんですよ。
石木正治さんっていう、元海上保安庁で例の中国漁船の問題をね、YouTube をネットに上げてくれた人ですよね。僕らの恩人ですよ、ある意味ね。その人がこういうふうに言ってます。日本が韓国に謝罪すべきでない理由、竹島の不法占拠、金大中事件、知的財産権の窃盗、国家ぐるみの仏像窃盗、世界中で行う捏造歴史の流布、レーダー照射、国家元首に対する侮辱発言、軍艦機に対する侮辱、慰安婦合意の一方的な破棄、福島への嫌がらせ、まだまだあるけど今日はこの辺にしといたろって書いてますけどね。未解決の問題、韓国がいろいろ主張している未解決の問題もあるけれども、日本側が主張しなければならない未解決の問題もたくさんあるわけですよね。ですから日本側だけがなんか一方的に謝罪して、韓国側には抗議も謝罪もしない、それで仲良くやっていこうと、なんかこれはね、おかしいんじゃないかと思うんですよね。岸田総理はですね、1998年の、日韓共同宣言の考え方を踏襲し、反省とお詫びも踏襲するというか、そういう認識も踏襲するということなんですけれども、安易なお詫びというものをまた新たにしたというような形をね、取らないようにぜひお願いしたいと思いますし、またですね、あと2点要望したいことがあるんです。それはですね、ホワイト国戻しをしないでほしいと。今回の徴用工問題が、ある意味で一定の解決を見たとしてもですね、一時的かもしれないけどね、ホワイト国にまた戻すと、今はホワイト国と言わないんですかね、グループ A というのかな、グループ A に戻すということは安易にしてはいけませんね。これは輸出管理の問題が解決しない限りですね、特にこの半導体3素材というのかな、フッ化水素、フッ化ポリイミド、あとレジストでしたかね、その3つだったと思いますけど、そういう戦略物質に関する管理もしっかりしていかなきゃいけませんし、グループ A に安易に戻すことはしてほしくない。それからもう一つ、これ絶対やってはいけないんですけども、通貨スワップですね。これを日韓友好が進んでいったんだから、通貨スワップもぜひお願いしますと言われる可能性がありますよね。お願いしますと言わないか、してやってもいいぞって言われるのかもしれませんけどねした方がお互いに友好関係が深まるんじゃないかみたいな言い方されるかもしれませんけど、それも乗らないようにしてほしいですね。韓国はこれから中国がちょっと経済的に悪化していったり、あるいは台湾有事なんか起こると中国依存が非常に強い国ですから、経済的に非常に苦しくなる可能性もありますけども、そういったことを見据えてね、通貨スワップの話が出てくるかもしれませんけども、このホワイト国戻しの件と通貨スワップ、この2つだけはですね、絶対に乗らないようにしていただきたいと思います。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。